水は味も色も匂いもなく、しばしば水を通してその先を見ます。水は地球の 70% 以上多い。海や川から雲に循環し、それを繰り返します。私たちの体も 60% が水でできています。このように我々を取り巻く環境と体内に水があると、その存在は当たり前のことだと思いがちです。しかし太陽系の他の場所では水を探すことはほとんど不可能です。では地球にはどのようにしてこれほど多くの水が存在するようになり、そしてその水はどこから来たのでしょう。おそらくご存知かと思いますが、水の分子には2つの基本的な部分があります。すべての元素の中で最も単純な水素は宇宙の創世紀に近い頃からありました。酸素はそれから数億年後、星が形成された後に存在するようになりました。灼熱地獄である星の中心での圧力はとても高く、水素原子が融合してヘリウムを生成しました。次にヘリウムが融合してより重い元素を作り、ベリリウムや炭素、酸素といった原子は元素合成により作られました。星が崩壊し超新星爆発を起こした時に、これらの新しく生成された元素は宇宙に散らばり、結合して私たちに馴染み深い水などの新たな化合物になりました。これらの水の分子は塵混じりの星間雲に含まれており、星間雲が太陽系を形成して、その後も地球に衝突していきました。ただまだ答えのわからない大きな疑問が存在します。どれだけの水がいつ地球へ来たのかということです。ある理論によると、もし岩石が形成された時に比較的少量の水が地球上にあっても、高い温度と周囲を取り囲む大気の欠如により宇宙空間へと水は蒸発したことでしょう。水は数億年後に脱ガス化という過程を通して初期の大気が形成されるまで存在できなかったでしょう。これは地球の核にある溶融した岩石が地表に火山ガスを放出した時に起こり、水の散逸を防ぐ層を形成しました。それではどのように水は惑星に戻るのでしょうか。科学者は長い間、それらの多くは氷を伴う彗星か、もしくは何百万年もの間、地球に衝突し続けた小惑星により、もたらされたのではと考えています。最近の研究ではこの理論に異論を唱えています。太陽系が形成された直後に形成された炭素質コンドライト隕石を調べていたとき、科学者たちは水を含んでいたことだけでなく、その鉱物の化学組成が地球の岩石と同時期に形成された小惑星からのサンプルのものと一致することを発見しました。これは地球にはその初期から大量の水が散逸することなく、蓄積した可能性を示唆しています。大気が欠如していたのにもかかわらず、小惑星が非常に長い時間をかけてより多くの水を運んできたのかもしれません。もしこれが正しいと分かれば、今まで考えられていたより生命はもっと早く誕生していたかもしれません。私たちの地球上の水が最初に形成された時のものか、後の衝突から形成されたものなのか、その2つの組み合わせなのか、明確には分かっていません。それでもシャワーから出る水や水飲み場、蛇口から出る水は単に近くの湖や川から来たものというだけではなく、まず最初に宇宙的で混沌とした旅を経てきたのです。私たちの自然を保護し保存することは、どの国、企業、コミュニティにとっても優先事項です。具体的な手順を知り、実現するために、今すぐ取り組んでください。edo.ted.com/earthschool